こちらはクチュールローズチリア1号の3番花が咲いていました。お花を近づけるとうっすらとグリーン系の香りも感じる気がします。全体像としてはこんな感じです。この子は今年の春の用土買いの時に株元に大きな眼種のコブを発見して、先ほども大手術をしました。はい、これがクチュールローズチリアの株元なんですけれども、この周りにぐるっと大きくコブが土の中の方まで大きくなっていたので、ナイフでなるべく切り取れるところまで切り取りました。ものすごく大きなコブができ続けている割には元気に咲いてくれていると思います。樹勢が強い子なんですかね。はい、こちらは風車の3番花です。お花を近づけるととってもいい香りがします。これは何の香りなのかな。意外とうちにない香りなんですよね。とってもいい香りです。全体像としてはこんな感じです。風車ちゃんはなかなかいつもうまく咲かせることができなかったんですけれども、意外とややこしくなっている細かい枝を整理したりすると、素直なまっすぐの花枝が伸びてきてくれて、それなりにまとまって咲いてくれるようになってきた気がします。はい、こちらは国枝先生のいおりちゃん3番花になります。お花を近づけても残念ながら香りはちょっとわからないんですけれども、本当によく咲いてくれて、とても繊細な感じのするお花が咲くのに意外と強いんですよね。今年は一番暑い時期に一回ピンチをしたかなと思うんですけれども、我が家でいつも安定的に咲いてくれる子です。全体像としてはこんな感じです。少し前から少しずつ咲いてくれています。もう咲き始めて1週間以上は経っていると思います。で、まだまだつぼみがあるので長く楽しめると思います。はい、こちらは芳醇の3番花です。すっかり夏のお花という感じで、お花を近づけても香りが揮発しているのかよくわからない感じになっています。全体像としてはこんな感じです。この子も真夏でも意外とよく咲いてくれるんですよね。毎年夏も咲いてくれてます。はい、こちらローズコロナも咲いていました。こちらは川本純子先生のバラで、お花を近づけても香りはありませんが、お花が割と長持ちする
子だと思います。で、咲き始めがこのような感じなのでどうしたのかなと思うんですけれども、開くとこのようにポンポン型の可愛いお花になります。全体像としてはこんな感じで、背が割と高くなりますが、花枝がしっかりとしているので、支柱も特にいらないかなという気がします。はい、黄色のミニバラナナシちゃんも3番花咲いてくれてました。香りはないですが、意外と強くて夏でも元気に葉っぱももりもりで咲いてくれます。全体像としてはこんな感じです。ナチュラルな雰囲気がとっても可愛いと思います。はい、こちらはポンポンネンラです。コンパクトに8号鉢に入っています。全体像としてはこんな感じです。この子も1週間ぐらい前からですかね、咲き始めて、一度咲き出すと割と長く楽しめる子だと思います。本日ご紹介したバラを集めてみました。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。